一粒の真珠。小川未明。ある町に大層上手な医者が住んでいました。けれど、この人はケチン坊で、金持ちでなければ機嫌よく見てくれぬという風でありましたから、貧乏人はめったにかかることができませんでした。それは雪混じりの風の吹く寒い寒い晩のことです。こんな晩は早く戸を閉めたがいい。たとえ呼びに来ても、金持ちの家からでなければ留守だと言って断ってしまえ。と言いつけて、医者は早くから暖かな床の中へ入ってしまいました。ちょうどその夜のことでした。この町から2里ばかり離れた寂しい村に貧しい暮らしをしている結吉の家では、母親の病気が募るばかりなので、高校の少年結吉はどうしていいかわからず、おどおどとしていました。父は彼が3つばかりの時、戦争に出て死んでしまったのです。その後は母と2人で寂しく暮らしていました。母が野菜を町へ売りに行く手助けをしたり、鶏の世話をしたりして、母の力となっていました。2人が達者のうちはまだどうにかしてその日を送ることもできましたが、母親が病気になるともうどうすることもできなかったのでした。幸い、近所の人たちが親切でありましたから、朝、晩、来てはよく見舞ってくれました。有望、今日はお母さんはどんな塩梅だなと言ってくれるものもあれば、お米でも塩でも私たちの家にあるものなら何でも言っておくれと言ってくれるおかみさんたちもありました。しかし、母親の病気だけは、今は売薬ぐらいでは治りそうでなかったのです。これはお医者にかけなければなるまい。と、近所の人々も口には出さぬが、頭をかしげていました。お母さん、苦しいと、結吉は母親の枕元につききりで気をもんでいましたが、何と思ったか、急に立ち上がって、僕、お医者さんを迎えに行ってくる。と言いました。有望、町から来てもらうには、すぐにお金がいるのだ。それも少しの金でないので、私たちもこうして思案しているのだ。と、一人の老人が言いますと、それに、あの町の医者と来たら、評判のケチン坊ということだからな。というものもありました。僕、なんと言ってもお母さんを助けなければならん。無理にも迎えに行って連れてくるよ。と、結吉は、はや提灯に火をつけて、家を飛び出しました。外は真っ暗で、ただ、ヒューヒューという吹雪のすさぶ音がするばかりでした。結吉は暗い野道を提灯の火を頼りに、町に向かって小さな足で急ぎますと、冷たい雪が顔にかかり、また襟元へ入り込みました。けれど、彼はただ母親の身を案ずるので心がいっぱいであって、他のことは何も感じなかったのであります。と、ピシャピシャというぬかるみを歩いてくるわらじの音が耳に入ったので、彼はびっくりして顔を上げますと、目の前へ白い着物を着て、杖をついた一人の男が立っていました。結吉は恐ろしいということも忘れて、じっと傘の下の顔を見ますと、黒いひげが生えていて、目が光っていました。おお、子供。この夜中に一人でどこへ行くと男は姿に似ず優しく尋ねたのでした。結吉はその様子付きで旅をするお坊さんか行者であろうと思いましたから、自分は母親が病気なのでこれから町へお医者様を迎えに行くのだということを話しました。すると黙って話を聞いていた男は、お前がこれから迎えに行く医者はただで言ったのではとても来てはくれまい。この玉をやるからと頼んでみるがいい。と言って、首にかけていた数珠を外して、その中から一粒の玉を抜いて、少年に手渡したのであります。結吉は、この思いがけない恵みに、どんなに勇気づいたでありましょう。頭を下げてお礼を言うと、すぐさま駆け出したのでありました。トントン、と、彼は閉まっている医者の家の戸を叩きました。今時分どこからか。と言って、取り次ぎは
眠そうな目をこすりながら、戸を開けて覗きました。もう先生はお休みになってからダメだ。と、祐吉を見て情けなく断りました。この時、祐吉は一粒のピカピカ光る小さな玉を出して、これをどうか先生に見せてお願い申してくれと頼みました。取り次ぎはブツブツ言いながら奥へ入ると、間もなく医者が玄関へ飛び出してきて、この真珠の玉には見覚えがあるが、誰からもらったと聞きました。祐吉はここへ来るまでの会ったこと、見たことをすべて物語りました。それは確かに私の兄だ。私が悪かったばかりに、10年も前にこの町からいなくなってしまったのだ。と言って、医者は初めて目が覚めたように、これまでの自分の行いを後悔しました。私は、これから貧しい人たちのために尽くそう。こう言って、医者は早速車を呼んで、その車に祐吉も共に乗せて、寂しい村へと走らせたのです。その時、祐吉は心の中で、ああ、お母さんは助かった、と深く神様に感謝していました。